さあ気合入ったぞ。これどかしてからラップしてくださいよ。これどかしてからラップする。分かった？なんかいいですね。こんな感じ。なんか懐かしいわ。頑張りましょうか。今日も皆さん一日頑張っていきましょう。今日のメニューは何ですか？あツッコミが早い。今日のメニューは鶏味噌ちゃんこで。鶏味噌ちゃんこ。はい。なんか昨日夜遅くまで準備してたという噂があるんですが。いやもうそんなことはないですよ。もう今日ちょっといつもお世話になってる方のちょっとイベントことがあるので、もう失敗はできないので、もうそれでも昨日の夜ちょっとだけ何時までですか？時間ですか？はい。時間はフリーなんでいつでも何時でもやるんで。なんか3時ぐらいまでやってたという噂が。違う3時ぐらいに寝ました。寝たんですね。なるほど。わかりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今 OB がやってるとこ撮るんですか？撮ります。お恥ずかしい。お恥ずかしいですね。なかなかないですよ、本当に。まあ地方ならではのあれじゃないですか、これ。ね、地元に住んでるからね。いやでもあれですよ、やっぱり部屋との関係が良くないとやっぱり。我々はもう師匠とは良好な関係なんで。綺麗に形整ってますね、大きさが。昔もう小さく握ってたんですよね。もっとちっちゃい。ね、テーブルに出すときつがね。だんだんでかになっていくんですよね。そうつい先週決まって、うちの会社の社長がなんかそういうバーベキューとかするの好きなんで、へえ。いいよ。全店の社員とバイトの子150人ぐらい集まって大阪に集結するの？いや、大阪っていうか大阪の店舗。ああ、大阪店舗でやる。そうそうそう。結構大きいイベントな。そうそうそう。あ、4つ作る？そこはもう OB の方々の結構サボってたなってる。サボるじゃない。サボりじゃないです。サボりではないけど。サボりがないけど、確かに。上にどうぞ。何を？どこ？早くやって。今大根、人参、玉ねぎが投入されたところです。おしんこの関係をこれそう。手拭いてしまう。そう。あれって丼どれぐらいの大きさですかね？こんな感
石本さん違う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 、今回バラが久々に入ったんですよ。おひごの竜のこのお腹お肉が巻くところ、誰？違う。大丈夫そうですか？いや、もっとそういうの欲しいよね。瀬野美さん、これは何ですか？これ蒸し牛ですね。蒸し牛じゃないですよね。本当は僕蒸し豚だと思います。蒸し豚。牛と豚の違いが分かんない。あいつね、格がね地頭もあるんですけどね。ね地だと思うわね。結城さんよりかは。どんだけ漁してんだよ。鳩岡さんもそうですか？鳩岡さんもそうですか？鳩岡さんも今なんかよくなりますか？今飯の様子を見て、もし足らなかったらまた何章かちょっと取りといて。おにぎりはもうちょっとつけるんですか？いやもうもう100で終わり。 100でも3章炊いてるんで別に大丈夫じゃないですか？いや、じゃあ関取衆とか若い衆こっちで食うから。なんで？酒飲みたなるわ。10年以上前だよ、動きから。食べたい人取ったらいいね。それさんにちょっと本当が言うきたい。それはちょっと失礼です。本当来た。いや、まだ来とらんよ。もう来てない。これで。今日から出張日だから、じゃあ。それが何でも食いしん坊ってわけじゃないんだな。どうした？醤油。何か聞いたことある？それは何ですか？これは熊本の甘口醤油です。聞いたことあるわけなんか言うから。まあついついうちの方がいい。今日ホタルが食べたい。何やったことある？ちょっと入れ替えてみます。ちょっとアレンジしてみます。それがこれ鶏ガラです。鶏ガラですか？鶏ガラペースト。どこでメニューは2週1週。以上。以上。で、大将もこっちにさ、キノコとかも入れちゃって。キノコと、あとネギと、白菜。ネギね。
お願いします。どんなもんすか。まだ。いや、その無理だと思って。ああ、それぞれもうちょっとそっちやな。もし、そんなもん。入れるところ違う。でもこっちにも白菜入れてって。白菜。じゃあんた冠水してる方から入れり、こっちまだ全く水溶いてなんてな。エンジンはもうあれでしょ。じゃあ来いよ。どんなもんすか。まだ入れていい。溢れてくる。溢れてきても大丈夫。3鍋に分けるから。ほい。水な。手でいった方が早いですかね。多分な。了解です。じゃあこっち行っちゃいますよ。そっち上。ランプの上。あ、大悟さん、それ色紙ちょっと今鍵かかってて取れなくて。いやいや、うちの。もう持ってくんなくていいのか。どうしようかな。ちょっと今取れないんですよね。熊森さん、はい。今日は何人前ぐらい作ったんですか？今日そうですね。これで大体まあ100は多分いかないと思うんで、まあ大体70、80ぐらいですかね。70から80。なんか今日のこだわりのポイントはあります？こだわりですか？は今日そうですね。ちょっと鶏なんで、い。はい。そのためにさっき入れた鶏ガラはい。があそこでちょっともうちょっとあれですね。鶏の出汁をはい。もうちょっと追加したんで。あんま鶏味噌ってあんま聞かないじゃないですか。そうですね。やっぱその味噌の自体で多分鶏の出汁とかが多分消えたりとか、はい。そういうことそういう感じになっちゃうんで、味がないとかえで味噌が強いってなっちゃうんで、そこで鶏ガラを追加して、へえ。今日留学生の方が多いから鳥にしたとかそういうのはあるんですか？ああそうですね。まあちょっと宗教上のこともちょっといろいろ考えて、なるほど。はい。ちょっと豚はダメですとかはいはい。とかあるのであれば、もう鶏の方が一番いいかなと思って味噌だったんで。わかりました。ありがとうございますありがとうございま。す。
備に急がない。じゃあ今から基本動作の思考をやります。ハトちゃん。ハトちゃんに。足はちょっと腰を折って90度です。体重を左足にかけて、左足にかけて、3秒、3カウント。そうですね。後ろの人はみんなでよいしょ。じゃああと3回でいきましょうか。3回でいきます。上げて止めて1、2、3。ダンス。あと2回いきます。3回上げて1、2、3。上手ですね。ラストです。ラスト上げて反対上げて、はい、止めてストップ。1、2、朝僕たちは200回やっています。皆さんこっち来てください。じゃあ今度しゅうちゃん先生
さっきと一緒に肩幅より少し広めに足を開けていただいて、さっきと一緒に腰を下ろします。そしたら次は手をついて、1、2で手をついて、3でボールを持つような形を。そこから、どちらの足もいいですけど、1、2、1、2、1、この時に綺麗な線になってたら上手なんです。親指をこうすり込む。じゃあちょっとやってみんなチャレンジして。おうまいです。や、せいや、や、なんであそこでやってここで押し出したら勝ちになる。最後気合を入れて、や。フィニッシュ。はい、じゃあ行きましょう。僕が胸を出すので、入っていったら、そういうのをさっきのすり足の形からこうスタート。ちょっと見てください。今からいい例えを。正しい例え。はい。今からしちゃダメな NG ダメな当たり方をします。はい。首が怪我した。ゆっくりします。これさっきの顎を引いてっていうのはここである。顎開いてると顔がいい感じ。まず、この仕切り線っていう白い線がそのスタートする。セット。で、こっちまで失礼します。こっちまで。いや、押すところ。はい。はい。はい。おお。手はパー。手はパ
っきの練習を踏まえて今から試合をやります。お願いします。お願いします。チェンジ。お願いします。お願いします。ありがとうございました。塩ですか。はい。巻いて。料理みたいな。写真撮ってください。はい。じゃあ。ありがとうございました。ありがとうございました。したね、話。ありがとうございます。はい、お願いします。何しても。じゃあ、お願いします。Something was tried. ハハハハ
お願いします。サボさせてください。お願いします。立ちです立ちです。足洗ってください。出ましょうか。待ってて。サインください。サインくださありがとうございます。一つ二つ二つ。ありがとうございます。はい。一つ二つ。二つでもいいですか。二つ。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。あ、いらない。一つください。どうぞ。みんなお茶ありますか。おはようございます。セカンドキャリアいいですか。もちろんです。もちろんです。この間ラーメン屋やってるんで。知ってます。昨日から相談してます。昨日うどん屋ありがとうございました。うどん屋の会のね、カズマはやっぱ真面目やなと思った。いやいや、いつもあんな感じじゃないですか。まあそうや。でも大将の前だとだいぶ硬いですよね。いやもう相撲部屋と一緒なんだよ。家庭社会の。一緒だね。もともとカズは真面目やからな、あいつは。わしらと違って。いや本当にそうだね。わしら。わしら。これどこまで入るんですかね。私も。やっぱこの東海コンビはちょっとね。やかましいよ。僕は別個のジャンルですけど。見てください、武蔵君頑張ってるね。やっぱりさ、我々はさ末っ子だからさ、みんな一番下でぬくぬくと座ったからさ。3人とも末っ子なんですよ。そうです、一番下です。わがままなんですよ。俺なんて末っわがまま子で長男だ。お調子者なんで。甘々で育ってきた。篠さんはもうあれですね、本当の男兄弟の中の末っ子だからね。これも結構みんな違ってて、僕はその相撲をずっとやって高校大学と寮生活してたんで、そんなに変わりはなかったんですけど、まあ、ちょっと他の人にも聞いてみました。そうです、僕が入ったのは12、3年前なんですけど、まあ本当今の時代に合わせた相撲部屋で、やっぱりとてもきついイメージが相撲部屋は厳しいっていうのがあったんですけど、まあ、入ったら親方はじめ本当に小さい人の意見もしっかり聞いてくれる先輩方だったので、本当に生活面
稽古はもう強くなるっていう思いでもちろん来てるので、どんだけ厳しくても耐えれるんですけど、生活面をその時に考えた時に厳しい生活に耐えれるかっていうところが心配だったんですけど、そこの面では本当先輩たちが優しく面倒を見ていただいたので、本当にいい部屋だなって。いつもこんな真面目じゃないんで、今日僕どうしたのかなと思いましたね。本当にいい部屋で、はい、いいと思います。これから、そちらの目的は何でしょうか。目標ね。目標。はい、やっぱり今僕たちこれ巻いてる黒い回しより白い回しの人の方がちゃんとお給料をもらって、強い人っていう証拠なんで、白い回しになれるように頑張ってます。ありがとうございます。白い回しの人来ました。相撲では厳しい上下関係があると聞きましたが、責任という言葉はどう考えていますか。難しいです。でもここもちょっとお相撲部屋もちょっと変わってて、本当は先に入った人が先輩なんですけど、うちの師匠、木瀬親方が大学卒業者入ってたんで、年齢も重んじてくれるんです。だから僕が年上なんです。だからしゅうちゃんって呼んでますけど、本当は部屋では先輩なんです。そういう先なので、そうですね、上下関係ちゃんと大切にするところも大切にして、こういう仲良くさせてくれるところもすごくいい部屋なので、でも責任という面ではやっぱり僕たちはまだ木瀬部屋親方の弟子として入ってるので、やっぱり責任を取るのはやっぱり親方になるので、僕らはやっぱりそういう普段の生活から羽目を外さないと、責任を取るのはやっぱり一番上の木瀬親方っていう感じになります。あちらで眼鏡かけてる親方もその立場の、いやでも今日皆さん逆にちゃんこどうですか。初めて食べた人がほとんどだと思うんですけど。相撲も体験したことないと思うんですけど、その体験された方とかも感想を教えてほしいですね。とても面白かった。思ったより強い。強いのは分かったけど、このぐらいはすごくびっくりしました。今日いろいろ体験してて、前ちょっと怖かったですが、でも力士さんたち親切で試合してくれて本当にありがたいです。はい、ありがとうございました。でもこれも本当に今日上谷さんという僕たちが宿舎を借りてる上谷さんやもううちの師匠のおかげなんで、僕たちも本当日頃からお世話になってるんで、お互いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。おかわりまだいっぱいあるんで、はい、ありがとうございます。必ずおかわりしてください。ごったんです。ごったんです。質問があります。はい、質問どうぞ。すべての力士たちの夢は何ですか。本当は日本で一番強い人ですけど、他もありますか。もちろん今は横綱になる一番強いところを力士として強くなることもそうなんですけど、やっぱりこう相撲を見て応援してくださる方とか、いろんな人とのつながりを大切にして、いろいろ相撲を通じた社会貢献ができたらなと思います。いやもう本当に今日がそういう場だと思います。はい、なんで本当忘れないでください、僕たちのこと。木瀬部屋で YouTube やってるんで、ぜひ皆さん見てください。今日撮らせてもらったりとか、いやでも本当にコラボした動画とかもあるんで、ちゃんこ作ってる動画とかもありますし、皆さんが食べたものもこんな風にできるんだっていう、あと僕たちの生活ももうちょっと見れると思うんで、そういうのも
見てまた友達に広めてもらえたらなと思います。一応英語の翻訳もついてるんでもう女性陣はお腹いっぱいです。お相撲さんたちが練習しているとき、一番難しいところは何ですか？難しいところ。そうです。その質問が難しいかもしれない。いや難しいところ。まあでもやっぱりその自分がこう鍛えてまあもちろん強くなりたい思いでやってるけどなかなか結果に出ないのが本当難しく感じます。どうやったら強くなるかっていうのをもう毎日日頃からずっと考えているので、もうそれが難しいです。本当強くなることが今は難しく感じてます。いや本当に考えすぎて夢でも相撲を取るぐらい考えるんですよ。だからこう勝手に相撲を取ってぶつかったりします、はい、こう隣でたまに2人で歩いててたまに勝手に相撲を取ったりしてるんでだからこの人もちょっと難しいかもしれないです。嫌なやつやここも終わっちゃうじゃあスポーツの中には勝つこともあります。負けたこともあります。だけど、そういう負けた時はなんか落ち込まないようにどうしますか？そうですね。まあでも落ち込まないようにするのも大切だとは思うんですけど、もう負けた時は負けたのをもう自分で認めて、逆にもうどこが悪かったのか、反省をしっかりして、はい。後悔はしないように、反省はして後悔はしないようにっていう師匠のお言葉があるんですけど、それをずっと心に秘めて、負けた時はそれを思い出して頑張ってます。これ特に使ってください。師匠ありがとうございます。勉強になります。あいつらその俺の言葉よ。一番好きな肉は何ですか？肉です。肉。一番好きな肉。僕今エゾシカがすごいマニアックなジビエのエゾシカが好きです。やっぱりビーフです。もうビーフはパーフェクトです。ビーフはパーフェクト。出ました。本日名言。皆さん拍手をお願いします。相撲の回ですから。ビーフはパーフェクト。おかしい。最近その日本だけではなくモンゴルとか中アジアにもすごい人気のあるスポーツになってきました。国の人たち。はい。相撲をする僕らからして本当ありがたいことで、日本のこの文化伝統をいろいろ世界に本当広めれて、今いろんな世界の人と交流できてるんで、さっき僕が言ったように本当いろんな人とつながりができて、こうやって世界中から相撲をやりたいというふうに思って相撲を始めていただく人が増えてるので、僕らも嬉しく思います。中アジアは有名な力士もいますね。その金峰さんみたいな。はい。それについてどう思いますか？いいことですか？または競争がより厳しくなったって思いますか？僕はいいことだとは、思います。相撲がレベルアップすることなんで、それはもういいことです。なんで笑う？おかしいでしょ。レベルアップって大変ですよ。レベルアップ。イントネーション。それありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ビーフはパーフェクト。なんですかそのかっけえこと。ありがとうございました。ビーフはパーフェクト。世界発信。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ちょっともう一回。取ってもらった方がいいですか？みんな入る。はい、チーズ。
ありがとうございます。もう一度。あ、私も。イエーイ、もう一度。あとちゃんブラジルです。サンバ。サンバ。呼んでちゃんね。I want one too. Sweet. Ah, I like it, this one. I want one this too. ありがとう。やりたい。やりたい、やりたい。Thank you, ありがとう。もらいたいわけ。Okay, baby, 1, 2, 3. ありがとう。ひげごめんなさい。いいえ。オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。そっとけばよかった。すみません、もうちょっとどこに行けばいいですか。ありがとうございます。持ち上げてやるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ビーフは？ビーフは？ビーフは？パーフェクト。横でおちょくってだけです。ビーフは？パーフェクト。ちょっと店員。ビーフは？パーフェクト。2人だけっすよ。あとあの子めっちゃ笑ってる。一旦これで、授業終了という形でさせていただきます。今から入門手続きしていただいて入っていただいて結構ですので、けど本当にね、こういうお相撲を見たという方は初めての方が多いと思いますけれども、こういうプレーを通じてですね、そして、日本世界いろんな交流をつなげていってですね、で日本の文化とかも、伝えていって、いい会にしていきたいと思いますので、引き続き皆様積極的にご参加いただいて、それと本当に日本語うまいですね。皆さんびっくりしました。はい、ということで皆さん今日も日曜日ですので良い休日を過ごしていただいて、今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ここでやんの？可愛い。はい、取ります。はい、チーズ。バレてるよ。もう一枚。はい、チーズ。バレてるよ。なかなかやばい。はい。ありがとうございます。皆さんのところに何かの携帯が。おい、ずる休み。ずる休み、これ。あ、もう一回、ご飯食べる。みそちゃんこのご飯は絶対合う。あ、量いく？あ、でも、うまい。毎日これでいいですよ。ちゃんこと米。と野菜。それはもう自分で取るし。全部一列食った方がいい。一列。こっちゃです。こっちゃこういう時にこうずぶとく食った方がいい。ありなしかつ。頭やる人。オッケー。頭やる人順番に行ってください。戻る。なんで？頭やる人が順番に。お願いします。なんて何個目ですか？何個目ですか？多分熊さんが4ぐらい。順番に行って。めっちゃ強いの。ああ、終わりました。はい。難しいっすよ。量も。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんで好評でしたよ。あ、本当ですか？ねよかったです。
留学生たち喜んでました。それは良かったです。これは金峰山関用なんですか？そうですね、今から作るのはですね。すみません、挨拶遅れました。お疲れさん。お疲れ様です。おはよう。おはようございます。ありがとうございます。もう大したもんっていうか全然してない。嬉しいよ。ありがとうございます。うちのアイドルなんで、マスコットキャラクターの。誰がアイドル？うちではないですけど。うちではないです。うちではない。確かに。僕はもうステビアのってことですか？ステビアのアイドル、マスコットキャラクターの。名前は？はい。名前は？大相撲公式八強遺跡トリックに出てくるセベアのあんこ山さんです。だって誰があんこ山や？セベアのあんこ山。でもインスタに上げると必ず可愛いっていうコメントが入るんですよね。本当ですか？僕ですか？そうです。干物流にちなんであんこ流にしてください。絶対物につけて。ちょっと八強遺跡トリックからちょっともじって文字すぎオマージュというので。今のタレは何なんですか？これは元最上錦さんが作ってくれた焼き鳥のタレです。焼き鳥のタレ。ちょっと甘辛いんで。でこれにちょっとニンニク足してやっちゃえば。あと濃いなと思ったら卵溶いて食べていただければすき焼き風です。そうですね、甘辛いっていうと。この葉っぱに入れてもらっていいですか？タッパでいい？はい、タッパでいいです。おっちゃんです。おい。おっちゃんです。出来上がりです。はい、はい。とりあえず一段落です。さっきの白だしのちゃんこは、あれも作ったんですよ今日。もうそうですね、もう急遽知らないうちに増えてたんで。いや若い衆とかちょっと親方衆とか多分ないと思って、で急遽ちょっと作らせていただきました。おっちゃんね。それトーンでいくのはゆうつかさんで。しげちゃんちょっと座ってまあっていうのはあんねんけどその顔は見てんだけど外の人はわからない。ないね。最近ちょっとこうあれやん俺じゃないのになんで言われる。チャブはどうもお茶した。言われたから。でも自分はもうホタルイカだ。こっちはこの日に言われたから。ホタルイカってなんでホタルイカっていうか知ってるんですか？光るからじゃないですか。あ、そうなんですね。答えがない質問するのやってもらっていいですか？知らないから質問してる人前も言ったんですけど。なんかクイズ出されてるみたいなんですけど。もうそれあれですよ。あれ多分本当に光るんですよね。あ、そうなんですか。目光と一緒ですねじゃあ。本当に。そうですね。目光も目が光るからね。ホタルイカだから波打ち際とかで光ってる。目光はでも深海魚ですよね。そうですね。ホタルイカは違うもん。違います。別に自分が発言自己主張じゃなくて教会から
こうやって言われてるんですけど、